まさにもう年の瀬で、おせち料理の前にごま油の、いい香りのするお鍋なんかもおすすめということで、ごま油が決め手の味噌野菜鍋、純正ごま油濃い口。味噌ラーメン屋さんの匂いするでしょ。ここでニラもやしですぐ火も入るんで、野菜を入れては食べ入れては食べる、結構たくさん食べれる鍋ですね。うまい。濃い口のごま油なんでしっかりごま油効いてますよ。いい仕事してますよ。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルはですね、角屋の純正ごま油濃い口を使って、ごま油が決め手の味噌野菜鍋というお鍋のメニューをご紹介したいと思います。まさにもう年の瀬でお正月からおせち料理を多分皆さん召し上がると思うんですけど、おせち料理の前にごま油の、いい香りのするお鍋なんかもおすすめということで、今日はこのメニューを作っていきたいと思います。まず材料ですね。具材が今日は豚バラ肉、ちょっと厚めのお肉ですね。しゃぶしゃぶ用の薄っペラペラじゃなくて少しだけ厚みがあるしゃぶしゃぶ用って感じですね。それからもやし、ニラ、春雨で、調味料がにんにく、生姜、赤唐辛子、味噌、醤油、みりん、酒、豆板醤、それから練りのガラスープとお水で、大事なのが純正ごま油濃い口でございますね。皆さんちなみに純正ごま油濃い口ご存知ですかね。実は私角屋さんとお仕事させていただくまであんまり使ったことがなくてですね、いざ使ってみるとやっぱりすごい香りが強くていいですね。通常のごま油よりもごまを深く焙煎することでごま油特有の香ばしい風味を強くしたごま油ということなので、どちらかというと調理用というより調味用に最後にかけて使ったりすると非常に香りが立っていいんじゃないかなと思います。じゃあ今日はですね、こういう石鍋を買って、これあれですね、韓国の石焼きビビンバとか、これねやっぱり骨質性があるんでちょっと火から外してもずっとグツグツしてるんですよ。そういうのもいいかなと。純正ごま油濃い口。じゃあここににんにく、生姜、赤唐辛子入れて火かけます。この純正ごま油濃い口はあんまり長時間の火にかけない方がいいんですよね。香りが強くなりすぎてちょっと焦げっぽく感じるんですかね。だんだんねふつふつしてきましたね。はい、いい匂いで、ふつふつしてにんにく、生姜香り立ってきたらここに各調味料入れていきます。味噌、醤油、みりん、酒、ここから豆板醤ですね。でここでよく調味料を合わせて味噌も溶かします。ちょっと油も入ってるので味噌が少し混ぜてると完全に溶けた後に少し分離するような感じになるんですよね。これが一つの目安ですかね。でここにお水で練りのガラスープですね。もうね味噌ラーメン屋さんの匂いするでしょ。これで煮立つまでちょっと待ちます。そしたら材料ここでカットですね。もう今日はシンプルにもやし、ニラ、豚肉、春雨なんですけど、野菜増しみたいなちょっとイメージでもやしとニラをもりもり食べてもらいたいですね。だから今日はここに載ってる材料はこれだけなんですけど、実際食べるときはもやし例えば3パックぐらい用意してもらって、ニラももう1束丸々2束あってもいいかもしれないですね、4人とかだったら。ですぐ火も入るんで野菜を入れては食べ入れては食べみたいな、そんな感じですね。だから結構たくさん食べれる鍋ですね。5センチ幅ぐらいですね。もやしとサイズ揃えてもらって、で豚肉ですね。年末年始ってみんな楽しみにしてるもんなんですかね。撮影業界の人間は別にそんなに楽しみじゃない。正月僕も仕事してたいですもん、できれば。もうねじっとしてられないですよ。で家にいてもゴロゴロお飯するタイプじゃないのでコンビニに立ち読み行っちゃったりする。では材料入れていきます。まず豚肉ですね。でまとめて入れて中でほぐすみたいな。うまそう。結構豚肉たくさん入れていいと思います。ニラはニラだけで煮ていくとペタッくっついちゃうんですね。鍋あるあるだと思うんですけど、ニラ取った時にニラ大量に取れちゃうみたいなことありますよね。でニラともやしはちょっと混ぜておくとムラができないというかね。先に春雨ボンとほどけますと。でクツクツさらにしてきたらここでニラもやしと、はい、これで野菜が煮えたら完成ですね。簡単でしょ。で最後に今ちょっと火を入れたごま油が中に入ってるんですけど、さらに香りを足すために純正ごま油濃い口を上から、はい、こんな感じですかね。完成です。まずシャキシャキの状態の野菜ですね。
下の方からお肉と野菜、春雨。でまずスープですね。しっかりごま油効いてますよ。いい仕事してますよ。うまい。シャキシャキの野菜です今は。でお肉も今はしっかり歯ごたえがある。これ多分食べてる間に最初に入れたお肉たちは柔らかくなってくるっていうね。飽きないと思いますねこの味ね。ずっと食べられる。なんだろう、年末感あるな。今年も終わったぜ。でまあベースすごく濃厚な味噌ラーメンっぽい味なので、当然締めは中華麺で締めたら美味しいんじゃないかなと思うんですね。なのでちょっと中華麺も入れましょう。じゃあみんなで鍋を美味しくいただいて、スープこのぐらい残ってる状態ですね。ほとんど具は残ってないです。でここに生の中華麺茹でたやつですね。これをさっと。で欲を言えば生の中華麺だと乾水の匂いが結構強いので、一回茹でた後に水でバーッと洗った方がいいですね。はい、よそってよっ。でネギなぞパラパラと。美味しいですよねこれもうね。絶対美味しい。うまい。今日ちょっと細麺なんですけど、細麺いいですね。絶対締めやるべきですこれは。グッジョブ。やっぱり濃い口のごま油なんでしっかりしてますよね。普通のごま油でここまで火かけるとだいたい香りちょっと飛ぶんですね。あっさりしがちなんですけど、やっぱしっかり香り残ってますね。だからやっぱごま油なんで油結構量入ってるんですけどくどくないですよね。だからこのぐらいの量実際入れていただいて全然美味しくいただけると思います。今年はですね、今回の、配信で最後の配信になりますですね。いや前回、27日ですかね。27日にも年末のご挨拶させていただいたんですけど、皆さんこういうご時世ですけど、家の中での暮らしを楽しんでいただいてですね、健康で健やかな良いお年をお過ごしいただければと思います。ごちそうさまでした。